はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのはシグエアソフトのですね M17 ガスブローバッグになります。今回この銃もですね、いつもお借りしているワトさんからお借りしたものになります。いつもありがとうございます。こちらはもう有名な銃だと思いますけれども、少し実銃の話をしますと、これはアメリカ陸軍のですねMHS モジュラーハンドガンシステム、この調達を実施して、今まで米軍の正式採用銃だった、M9 に代わるですね次期正式採用銃としてこの M17 シグの P320、こちらが選ばれたということです。この M17 はですね、フルサイズと呼ばれていて、こちらの他にですね M18、名前はキャリー、コンパクトなやつですね。この2つの種類が採用されています。M17 については AEG という会社がですね、M17 発売しておりますけれども、このエアガンですね、シグエアソフトという、シグザウアーが新たに、エアガンのですね販売する自社ブランドとして立ち上げた会社になるそうです。その会社がですね、発売したということで、簡単に言うとこれ以上のものはないんじゃないかなという感じはちょっとしています。はい、手にした印象になりますが、見ていただいた通りですね、マガジンがですねグリップよりちょっと突き出している感じがあるので、大きさ的には少し大きく感じました。重量はですねそれほど重さは感じませんでしたが、見た目がですね、この刻印、特にですねスライド前方、後で大きくお見せしますけれども、シグザワー M17、こう少し墨入れが入ったような形のですね刻印、これはとてもよく感じました。あとですね、スライドリリース時のですねこの金属音がですね特に印象的です。はい、それではですね各部見ていきたいと思います。はい、まずマズルになりますが、こちらは 9mm 口径のマズルになります。このマズルの形状ですとか、あとこのリコイルスプリングガイドのこの先端ですね、この形、これは実銃の形状に近いんじゃないかなというふうに思いました。はい、あとですね、このリコイルスプリングガイドのですね先端を回すとホップ調整ができるようです。はい、スライドのですね前方と後方にですねセレクションが入っています。はい、左側の刻印はこの通りになっています。先ほど言いましたここでですねシグザウアー M17、 この刻印がですね非常にいいかなというふうに私は思いました。はい、フロントサイトリアサイトともですねホワイトドットが入っています。はい、フレームの下部にはですね 20mm のレールがついております。はい、スライドストップ、こちらになりますけれども、これは左右にあるアンビタイプになります。こちらリリースするとですね、このと非常に良い金属音が発します。はい、セーフティーもですね左右にあるアンビになります。こちらですね、このようにコック&ロックタイプになります。はい、トリガーはこちら金属製だと思います。幅は結構広めで、厚さっていうんですかね、それは薄い感じで、これも実銃と同じような感じですね。こちらですね、コッキングしてもですね位置の方は変わりません。あとトリガーアップルは少し重めかなというふうに感じます。はい、マガジンキャッチは左側のみになります。はい、グリップですけれども、程よいステップリングっていうんですかね、ざらつきがあってグリップ力はいいと思います。太さもですね、細くはないですけれども、程よい太さかなというふうに感じました。あとですね、こちらにもシグザワーの刻印が入っています。これもいい感じですね。はい、右側の刻印はこの通りになります。ここにですねシリアルナンバーが記載されています。はい、スライド上部にですねこの LCI ですね、ローデッドチャンバーインジケーター、こちらがあります。ただこれ手で動かすとこのようにちょっと動いて高くなったりするんですが、動作によってですね動くようなギミックではないようです。はい、こちらリアサイトはですねここまで一体型みたいになっていて、中から外すことが可能です。
なんか別売りで、ドットサイトを載せるマウントが、他のメーカーから売ってるようです。はい、チャンバーはですね、斜めに少しカットされているような形状になっています。はい、こちらマガジンになります。マガジンの相談数は25発。ここにですね、9mm の刻印とかですね、あと底部にですね、このシグの刻印が入っています。はい、それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。で、こちらはですね、スライドを引いてもらって、こちらに合わせてこのレバーを下に下げます。そうするとこのように分離ができます。はい、こちらがリコイルスプリングガイド。はい、アウターバレルになります。はい、これアウターバレルとこれインナーバレルはこれはですね、ここに見えますかね、スプリングでつながってるタイプですね。はい、あとですね、このリコイルスプリングガイド、この根元にですね、このような、ダイヤルっていうんですかね、これがついていて、これとこの中にですね、同じようにダイヤルがあって、これがこのようにこれで回すことによってホップ調整が行われるという形状になっています。はい、あとですね、アウターバレルのこの根元にですね、オーリングが入っていますね。これはクッションの役割なんですかね。はい、あとチャンバーにはですね、9mm の刻印も入っています。はい、実銃だと非常に意味があるんだと思うんですけれども、この M17 はですね、FCU ファイヤーコントロールユニット、これを取り出す機能ができるようになってるみたいですね。で、この手札レバーを抜いてもらって、そうするとですね、はい、これが FCU ですね、ファイヤーコントロールユニット。実銃だと、これを変えて、あとバレルとか変えてですね、弾丸の口径とかの変化に対応できるようになってるんだと思います。エアガンだと全く何も機能的には変わらないんですが、ここら辺のギミックもちゃんと再現されているのはすごいですね。はい、はい、それでは元に戻していきます。はい、元に戻りました。はい、全体の感想になりますけれども、まずはですね、実写時とですね、先ほどもお見せしましたが、スライドリリース時のですね、この金属音が素晴らしいというふうに感じました。メタルスライドだとかなり金属音高いんだと思うんですけれども、メタルスライドの中でもですね、かなり高い方なんじゃないかなというふうに感じました。あとリコイルも非常に強いです。ただですね、マガジンがですね、少し冷えるとですね、やはりスライドストップはかかりづらいかなというのはありました。あと私の感覚ですけれども、トリガープルはちょっと重いので、連射にはちょっと不向きかなというふうにちょっと感じました。命中精度もですね、近距離であれば問題ないレベルだと私は思っています。長距離私撃ってないので何とも言えません。あとですね、アウターバレルとインナーバレルのスプリングでつながっている形状だったと思うんですが、これはVP9 等もそうだったんですけれども、あそこはどうしても切れるっていうのが今まであったと思うんですね。そういう意味では耐久性は今後見ていく必要はあるんじゃないかなというふうに感じています。全体通じてですね、シグのエアガン会社が販売しているというこの M17 はですね、冒頭でも言いましたけれども、M17 においてはですね、これ以上のエアガンはないんじゃないかななんて私は感じています。
アメリカのですね、軍のですね、銃に興味がある方、この実銃さながらのですね、見た目のこの M17 はですね、間違いなく買いの一品なんじゃないかなというふうに思いました。はい、それではこの後実写シーンもお送りしますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。